も、クッキーです。どうも、トイです。宗谷君ちょっと一つ聞きたいんですけども、多分莫大な借金を背負ってるやんか。あれってなんでこう背負っちゃったみたいなのあるんですか？人生の選択ミスですかね。あ、なるほど。それはいわゆるミスリードってやつですか？そうなんかな。まあなんでそれを聞いたかって言いましたら、ミスリードって僕言いたかったんですけど、何か当然のように思い込んでることってない世の中で。当然のように思い込んでること。でもそれ自体が実は違う選択肢を歩まされているだけだったなみたいな。ワンピースって伏線の物語じゃないですか。そうっすね。だからこの描写も何かあるんじゃないかなっていう疑心の目で見てるんだけど、そう思わされてること自体が実はミスじゃないかと。だから専門的に言ったらミスリードって言うわけなんですけども、実は伏線の方向であるワンピースってミスリードの方向でもあるんじゃないかっていうふうに思ったわけです。でそんな矢先に天下の神木健二様がなんかミスリードに関する動画上げてたんですよ。あれ見たら、あ、やっぱそう感じるよねって思ってて、僕らも何がミスリードか分かってないんでこういうまとめて今までできなかったんだけど、スタッフ総勢で探したんですよ。探せあんただけ探してんやけどな。で25選ね今回選んできたんで、至高のワンピースミスリード25選お送りしようと思ってはるんです。96巻全部網羅してるんですか？そうです。だからジャンプの内容は含みません。安心してください。わかりました。そうだから最近の中で有名なミスリードって言ったら、あの人のあれあれが出てきて実はほらあれだったみたいなのあるじゃん。みんなわかるよね。みんなわかるよね。今言ったら全部 P 入る？そう P 入るよ。あ、なるほど。言わんとくね。いい人言ってくれても P 入れるんで。あ、 OK です。やっぱ最近は言ってたね。はい、P 入ってましたね。大丈夫ですね。っていう感じでミスリードをまとめたんでお送りするんですけど、小屋ちゃん調べなんでミスもあるかもしれないし、細かいやつちょっと拾えてないんで、そういうつもりでは聞いてくださいと。はい、よろしくお願いします。お願いします。一つ目、シャンクスのものと思われていた麦わら帽子の持ち主。今ルフィは異名をなんて言うんですか？麦わらのルフィ。そうですよね。じゃあその麦わらのルフィ、もちろん麦わら帽子をかぶってるからなんですけども、誰から預かってるものですか？俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。ちゃんと言えなかったよ。赤いの服着て何言うとんねん感じだけど。シャンクスさんからね。そう、シャンクスから預かった大事な帽子なんですけども、それがね、ロジャーも麦わら帽子をかぶっていた。そうそうそう。だからずっとシャンクスだと思い込んでたんですけど、シャンクスも実はロジャーからもらったんじゃないかみたいなことを考えるわけですよ。でそれが長年シャンクスが新規で買ったものなのか、ロジャーから預かったものなのか。新規で買ったもの。ちょっとロジャー船長からもらったけどもうボロボロやからちょっと買い替えるわみたいな、ありえるじゃん。そういうこと。まあね。そうなった時に、はい、こちら61巻なんですけども、覚えてますか？何ですか？レイリーと会った時に、レイリーが過去のことを思い出して、ロジャーが映ってるんだけども、あの帽子がよく似合う男になったっていう風に言ってるんですよ。ということはあの帽子と指してるってことはもともとロジャーのものだったんじゃないのみたいなことになってるんだけど、ただねここも分かんなくて、麦わら帽子そのものを指してる可能性もあるから、もしかしたら先代の人間から預かってるものかもしれないし、マリー・ジョーにあったものもあるやんか。それもちょっと謎なんだよね。じゃあもしかしてこれ800年前からある麦わら帽子かも分からへん。25個言わなきゃいけないんだけど、この1個目にちょっと時間使わせてほしい今日は。25分。そうっていうのも俺結構真剣に考えたんだよ。本当にこれロジャーのものかどうかって考えたら、マリー・ジョーの麦わら帽子ってサイズどうだった？サイズもビッグサイズ。じゃあルフィの身長って何センチか知ってる？174センチ。そう、174センチ。俺らより2センチちょっと低いぐらい。普通の帽子やったら俺らも入るやんか。じゃあね、シャンクスって身長何センチやった？ 193センチ。199センチなんだよね。惜しかったな。そう、パンダマン2メートルなんで1センチ低いって覚えてほしいんだけども、199センチだったら結構体格が大きくなってるから、確かにルフィガバガバになれへんって思うよ。いいところにお気づきになられましたね。シャンクスは結構小顔なんでね、大丈夫なんですよ、それは。そう。じゃあね、ロジャー船長身長何ぼか知ってる？ 2メートル7センチ。いや、もっとあるんですよ。2メーター74センチあるんですよ。でかいね。そう、だからルフィからしたら1メートル高いのよ。ということはさらに大きくなってるはずだよね、普通に考えると。でもロジャー選手も小顔で有名やったね。海賊小顔ランキングでも海賊王やった方やから。何で DHC のランキングだよ。すっごい小顔じゃないといけないよ、本当に。そうですね。ということは、被る人間によってちょっとサイズ変わんのかな、もしかしたら悪魔の実を食べて生きてるのかみたいなことも想像しちゃったんだよね。麦わら帽子が。そう、だから同じものを受け継いでるのは麦わら帽子自体のサイズは変わるけど、実は何かが宿ってるのかと。じゃああれはサイサイの実を食ったサイズ調節可能帽子なんですね。いや、役には立つねんけど、帽子には役立つんかそれ。だから落ちひんのや、なかなか。なるほどなるほど。たまに落ちるけどね。だからなんか麦わら帽子一つにしても、僕らがシャンクスのものだ、ロジャーのものだって思
思い込んでるだけで実はそれすらもミスリードかどうか知らんじゃん。今後わかる。そんなことをちょっと1個目からまあ出したんだけど、2つ目からサクサクいくね。はい。2、ゾロ VS リュウマのブルックのセリフということで。何言うてましたっけ？戦いの内容が書かれる前に決着のシーンが書かれるんだよね。そうですね。そうそう。で、それがゾロが敗北したかのように見えてるんだよ。確かに。それでも実際の勝利者はゾロだったわけよね。まあそうですね。そう、だから珍しいよ。結末がなんか、あ、そんな感じなんって思わせて確かにあれめちゃくちゃ珍しかったっすよね。珍しいパターン。だってその回読みた時あれ戦いのシーンなかったなと思って読み返しましたもん。そうそう。だからあれもミスリードの一つとまあ言えるだろう。確かに確かに。こちら48巻の466話となっております。すごいかっこいいですよね。勝負はなかった今週でワノ国の侍。ちゃんとセリフ言えやってきたね。毎回こういうセリフかぶせてくるのに大体関西弁やから関西弁に置き換えられるのみたいな。今日真面目な回で聞いてるから。あ、なるほど。そうそうそう。じゃあ3つ目いきます。ルンバ海賊団の生き残りということで。おわ、陽気さんですか。そうです。カームベルトからまあ逃げ去った海賊団なんだけども、スイラーバーク編にてまあブルックの所属していた海賊団だということが判明しました。ああ、確かに確かに。そう、だから最初に出てきたのは12巻ですよ。12巻の104話でロッカスさんが逃げ出したんだっていうね、ラブーンのとこの説明で言ってたのに、それがなんと47巻の459話でブルックだったってことが分かったから、だから読者はこの約35巻分逃げ出しちゃったんだなっていうふうに思ってるわけです。確かに。それがなんとね、麦わらの一味に加わる一人だったと。そうやね。逃げてなかったよね。そうそう。だからずっとミスリード続いてる。そうそうね。特にさ、今だったらこうやって含みを持たせたキャラが出てきたら、どっかで出てくるんだろうなみたいなことは伏線として僕らは分かるやん。なんとなく。そうね。でもこの頃はそんな深いことがこの先に行われると思ってないから。いや、そうよ。ずっと逃げ出して、ああ、かわいそうなクジラで、ルフィが一周回ってきた時にルフィと再会の約束を果たしてハッピーエンドだなと思ったら、ちゃんとグラウンドにいて、その人物もラブーンと会うために冒険を諦めてない。そこがいいんだよね。こんな伏線はないやろみたいな。96回も続くと思ってなかったもん。4つ目。はい。アラバスタ編で一段落したと思われたプルトンの再登場。ああ、プルトンね。そう、結局なかったみたいなノリになって、最後ね、アラバスタの地下にみたいに。で、ウォーターセブン編にてなんと戦艦であることが分かって。そうやね。はい。設計図が出てきましたね。そう。びっくりしたね、まさかそこに埋まってるのかどうかっていう、そっちに意識を向けときながら、実は設計図が出てきた。しかもそれ燃やすと思わなかったからね。思わなかったね。こちら21巻の193話で出てきて、36巻344話で再登場してるんで、これも結構長いことね、ミスリードを張ってたっていうことになりますね。はい、5個目。ペルの生存。これはもう、国を滅ぼすほどの爆弾を空中で処理して、最後お墓みたいなの。いや、そうっすよ。死んだと思わせといて、まあ生きてたということなんで。それを言うとあれやけどな、イガラッパとかもそうやけどな。まあまあ、も死んだと思ったもん。いやでもちょっと爆発の規模が違うやん。アラバスタの人爆発耐性あるから。爆発耐性って何それ？どういう耐性なんですか？だからクラディウスとか多分クソ雑魚やんで、アラバスタに行ったら。クラディウスな。そう、全然語れへん。トトじいさんとかにも負けるわ。いや、ちょっとじいさんには勝ってほしいけど。ドフラミンゴファミリーの異名にかけてね。じゃあ次行きましょう。はい。6個目、ウソップの嘘。これ今でこそ有名なもう伏線になってるけども、もともとカヤを喜ばすために元気づけるために嘘をずっとついてたわけよね。それがまあ15巻にて、島みたいな巨大な糞をする金魚、まあなどで実現することがどんどん行われて、リトルガーデンですよね。そう、最初3巻の24話です。それが15巻の129話で、あ、これは伏線になったんだ。それまではイソップ童話のピノッキオみたいなその鼻が長いから、そういうところに注目させてたんだけど、それが実現していくと。嘘ついてないというね。そういうことですよね。そう、これも1個のミスリードかなっていう感じです。7個目、ノーランドの家、ただの見えっ張りから絵本の王国、空島の真相に繋がってきますね、これ。びっくりしたな。これすごいよね。このハリボテが片っぽしかないと思いますね。その片っぽのとこにハリボテで豪華ななんか家をまあ描いてたんだけど、なんとその片割れの家が空にあったってすごくない？いや、すごいよ。そう、だから見えっ張りなっていうところで、そこで突っ込むとこに入ってなかったから、あ、ただ見えっ張りなひし形のじいさんなんだなみたいな思わせといて、実は、いや、半分上行っとったわ、みたいなね。そうそう、だってルフィたちもびっくりしてたけど、読者もびっくりしたもん。ほんまやったんや。いや、ほんまに、だってある日突然家半分ね、なくなったらね、どうするみんな。家具とか買い直しやで。そうやな。じゃあ次行きましょうか。はい、これがね、25巻の227話から31巻の292話ということで。じゃあ、8個目。はい。嘘つきノーランドと空島編の深い関わりと。これもただの、まあ、絵本というか童話と思われていた嘘つきノーランドの絵本が空島編にて重大なファクターであったことが分かりますよね。そうですね。物語上、この嘘つきがいたんだなんてことは、入り口にしか関係ないことだと思ったんだけど、そうや。それがなんと400年間の因縁を生んでるっていうことが
誰がわかんのその最初に。いや、びっくりしたよ。そうでしょ。おー。じゃあ今僕たちが普通に読んでる桃太郎とか、日本の歴史上に深く関わってるとか想像してないでしょ。いや、もうそういうことですよね。それと同じよね。おー。これが25巻の227話から31巻の292話までっていうことなんで、相当これも長いミスリードですよね。そうですね。9個目、空島編導入の巨大な影。あ、これいいミスリードですね。空島っていうものがまだ分かってない時に、そうそう急にね、巨人族よりももっとでっかい影ができて、うわ、やばいやばいってなってて、それは、リトルガーデンで巨人族を見た後なんで、いるかもって思わせんじゃん。そうや小田先生のそのストーリーの順番もすごい秀逸で、まだこんな怪物がワンピースの世界にいるのかって思わせといて、そう実は空島の人たちの影が映って大きく影がなってたっていうことなんだよね。あれびっくりしたね。びっくりした。こちらですね、24巻の221話でその影が登場して、32巻の299話でそれが正体が分かるというこよかったですね。とで、ね、眠たいうん。ちょいちょいあくび我慢してないよ。眠たいね。してないよ。何ですか。はい、10個目。黒ひげの初対面時のルフィの評価ということで、3000万ベリーの懸賞金がかかったわけですけども、ルフィの発言に対して、嘘つけと、そんなわけあるかっていうふうに黒ひげ、ティーチさんは言ってたわけだけど、はい実際に1億ベリーやったと。そうっすね。そんな低いわけがないっていう、その評価だったことが判明しましたということです。はい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 。これが24巻の223話で出てきて、25巻の230話でしっかり発覚するということなんですけどね。どうですか。まあ、その通りですね。眠たいね。いや、眠たくない。その通りだなと思って。はい。11個目。黒ひげのキャラ、いいやつ悪いやつ。ルフィたちにね、人の夢は終わらねえって言った時は、かっこいいおっさんだったわけよ。そうよ。で、それがね、仲間殺し、エースを捉えるなど悪い面もある。だから多重人格じゃないのってこう思わせながらも、今だったらラスボス説みたいに言われてるけど、未だになんかちょっと思惑がわかんない正体不明な感じをずっと印象付けさせてるというこの瞬間から。そうっすよね。未だにね、あいつじゃねえ、あいつらだっていう言葉の真相もわかんないですしね。それね、次言うんで言われたくなかったですね。12個目。黒ひげの初対面にルフィとゾロのあいつらだ発言ということで。ケルベロスはね、人の倍生きているみたいなことも言われてたんで。でもみんなはその時そう思ってないんだよ。だって能力がたくさんあるって思ってないんだもん。2つ宿してるから今はね。そうよ。その時はまだ能力者とも分かってないから。確かに。じゃあその時何が分かったかって言ったら、毒球とか仲間たちのことを指してると思いきや、歯の位置が駒によって違ってたりするから、さっき言った多重人格みたいなことの印象を未だに根付かせるというイメージさせるために、ずっと今ミスリードが続いているような状態かなっていう。そうっすよね。24巻の225話です。13個目。横綱が海列車に戦いを挑む理由。これ覚えてますか？覚えてます。元気のあるカエルだなって感じのやつですよね。そうそう、だから34巻322話でクロールしてるんですよね、カエルが。それはめっちゃおもろいんやけど、これがただの力比べをしようっていうことじゃなくて、大切な人を連れて行った悔しさから強くなるための行動だったことが判明すると。強くなれる理由を知った。それが39巻の375話で、分かったということですね。14個目。ウォーターセブン編での船大工として仲間になるキャラということで。そう。はい。ウォーターセブン編で仲間になるキャラ候補がめちゃくちゃたくさんいたと。カクとかパウリーとかね。そう、分かんないじゃん。アイスバーグかなとも思うし。それが結局フランキーですよ。一番なんか遠いところにいる人な感じするじゃん。悪役。そうっすね。これが34巻324話。仲間だったら45巻437話ということで結構空いてますね。15個目。金右衛門のたわけた七部会目の発言をバギーだと勘違いする人が多かったと。そう、金右衛門最初出てきた時どういう感じだった？頭だけあるとかな、バラバラにされとって、やばいやつやなみたいな。そう、ドラゴンとかね、パーツが組み合わさってたりしてて、バラバラになってたわけだけども、たわけたなんて言ったらもうバギーしか思いつかない。確かにね、たわけですからね。それがなんとね、ローだったという。そうやね。しかもローは七部会してたね、この2年間の間にね。そう。これもまた登場シーンかっこよかったよね。そうっすね。うちの別荘に何の用だ、白竜やみたいな。そもかも必死に言うとったから、いやいやお前ここ立ち入り禁止やでみたいな繰り返された時もな、普通の警察官みたいな感じだったね。66巻656話で出てきましたね。面白いでしょ、こう見ると。そうっすね。そうだから振り返ると、こういう風に確かに勘違いさせられてたわって思い出す人多いと思う。そうやね。16個目。金右衛門と桃之助の関係。これはいいミスリードですね。ねえ、だって親子って言ってたもん。そうやね。そう、しかも和の国っていうものの中から着物とかも着てるから、親子でも全然不思議じゃないし、その性格もね、僕いいミスリード貼ってなと思う。そうやね。お好きでござるみたいなね言ってて、ドスケベな親に対して桃之助のあの顔よ、野原一家みたいな感じですよね。そう、胸のロビンの胸のところとかね、そのナミの胸のところとかも、だからあれを見た時、親子だなって思わされてて、実は大好きお
伝のご子息さん。これもいいミスリードでしたね。いや間違いないですね。はい、67巻657話から出て82巻817話で解決ということで、17個目、ワンダの仲間の死体発言。あ、やばいと思ったあれ。ドレスローザ編で麦わらの一味は二手に分かれることになって、そうそう両方ともがピンチに陥ってるんでね。じゃあサンジたちの動向ってドレスローザ編も100話分あってなかなか終わらなかったらめっちゃあくび我慢してるんだいやしてないよっていうことで、何年間かはサンジサイドのことが一切描かれることなく、ドフラミンゴ、ローとルフィの因縁の対決がずっと繰り広げたんですよ。そうですね。だからどうなってんのって本当分かんなかった。いやそうよ。で、やっとモコモコ王国ゾウズニーチャのところに行って会えるんだ、再会するんだったらワンダがねもうしたいみたいなことを発言するから、そうや。どういうことやばいじゃん、死んだんだったらブルックのことだったっていうオチ。そう、これもね週をまたいだことでその間にめちゃくちゃ考察されたんだよね。ああまあそうなりますよね。80巻805でその発言があって、80巻の807話で解決したと。これはもう重要なところです。アブサラムはどうなのか。はい、楽しみです。18個目、ミンク族の人嫌いの噂。他のミンク族を知らない人の流したデマというか噂でしたよと。そうですね。ミンク族の目線では人間も同じ種族であり、好き嫌いは人間同士と同じく個人個人によって判断されるということですね。80巻806話から81巻811話までです。19個目、バリエテのリアクション。覚えてます？マニアックなとこ持ってきましたね。みんなわかるかな、お猿さんが。落ちてくるやつやろこいつ。そうそう、落ちてきて侍が分かった時に侍が来たみたいなことを泣きながら走ってるから、侍って NG ワードやしやばいやんやばいやんみたいな思ったんだけど、後に振り返ると侍がちゃんと来てくれたっていうことに対する歓喜の涙だったのかなっていうことですよね。81巻815話から81巻816話ということで、陸上が薄いの入ったな今。みんなで探したんです。ああ、みんなそう思い思いのやつ出し合った。なるほどね。バリエートそんな好きなスタッフおったんやな。20個目、これみんな泣くよ。雷蔵殿はご無事です。ああ、ジャックにね迫害を受けたり拷問を受けたりしていないって思ったし、それこそ本当に侍に対して嫌な感じのムードが漂ってるわけ。それが桃之助ってわかるやいなや、光月家ってわかるやいなや、雷蔵殿はご無事ですという。かくまってたんですよね。いやーびっくりですよね。もう時の衝撃ちょっとすごかったよね。だから造編って淡白に感じちゃうんだけど、そっからの畳み方がすごくって、やっぱあそこめちゃくちゃ感動したのから、そこからロード・ポーネグリフが出てきたりとか、重要な局面がめちゃくちゃ固まってんじゃん。いや間違いない。だから最後らへんに気取られがちなんだけど、ここのやっぱりミスリードすっごい好きなの俺は。いやーそうっすね。なんかブルックがさ、この国では侍という言葉をみたいなことをさ、散々僕らにもさイメージを植え付けるってさ、骨が。いやいや、骨のせいじゃないよ。はい、21個目、グランドラインイコール楽園と呼ぶ真相。あー、動物パートやっと終わりました。嫌いやったん？いやいやいや、なんかえらい長いなと思って、動物のとこバリゲテまで入れると思って。いいやん、スタッフ選んだよ。これも有名ですよね。あ、そうっすね。代わり説明しますか、どうぞ。はい、これ楽園っていうねパチンコ屋が大阪にはあるわけなんですよ。いやでこれキッドが、新世界はそんな甘くねえぞみたいなことを言うていて、大阪の楽園さんから案件費もらってん。あんた一回口に出すためになんか5万円ぐらいもらっとんか。俺に知らないところで。いやこれは全部がね、海を楽園っていうやつもいるぜみたいなことを言うとって、最終的に新世界行く前に回収されて、前半の海が楽園っていうこと。決してパチンコ屋の案件じゃないねんこれは。だからグランドラインっていうところは海賊たちにとっての楽園呼ぶ者もいるみたいなこと言われたから、楽しみに行ったらすごい大変やったわけよね。大変やったんやけど、その次の新世界って海がもっと過酷すぎて、そこから見ると前半の海は楽園だったねっていう例えなんでね。これすごいよ。8巻の69話でその言葉が出てきてから、60巻の594話で回収されたんで、確かにどんだけ僕ら騙されてたの。いやそうよ。はい、22個目、バルトロメオのあの方。はい、あの方って言ったら四皇とか七部会とか、新世界の海賊の誰なのかとか、あとはやっぱねコナンの黒幕やね。いやいや、もうそれやりかけでカラスマねえや。はい、ということでそれがなんとルフィパイセンのことだったわけね。麦わらの一味の大ファンだったということで、あの方っていう主人公を想像する漫画っていう作品って少ないと思うんだよ。いやそうよ、普通はカラスマレーンや想像するからね。いや普通ってさ、コナンの世界が離れて、今だったら例えると、コナンの世界ってあの方って工藤組織が呼んだ実は工藤新一やったっていうことのオチと同じやん。それが衝撃的なわけよ。こちら71巻の709話から72巻の720話ということで、短いんだけどインパクトあるんだよね。いい
ミスリードですね。23個目、ロジャーが古代文字を扱えた理由ということで。確かに。はい、空島編でロジャーの残したメッセージがあって、それが古代文字が書き残されていたということなんですけども、なぜ扱えるのってロビンもびっくりしましたよ。そうや。それでたくさん考察を生んでたね。おその中で一番有名なのが、ロジャーって万物の声を聞けるんで、文字も書けたんじゃないのみたいなことを言われてたんだけど、実はそもそもポーネグリフに文字を打てた石工職人のおでんを仲間にしたんだよ。そうや。これすごいよね。いやもうなんやそれって感じですよね。そうそうお前が書いたんちゃうんかーいって感じですよね。そんな乗りあ換えれもう大筆ですよ、大筆。多分ロジャーとか大学出るとき大変と大筆だけに乗り切ってるわ。最悪それパチンコ行ってるで楽園行ってるわ。そうそう、楽園行ってる最悪そういう友達おってたんだ俺、実際に専門学校時代に。いそうか、ゴーストライターですわ。なるほどな。そうそう。こちら32巻の301が空島編の最後の方で、はい96巻の966で判明してます。そういうことです。はい、24個目、ボニーの正体、涙の謎。頂上戦争編でエースが死んだ時に、西にちょっとあいつのせいだみたいなこと言ってましたけども、そうそう初登場時の姿が本来の姿でなく自分の年も操っていて、そもそも名前が違うことが判明してた。だからボニーっていう名前からね、実はエースの妹じゃないか、兄弟じゃないかみたいなそう考察されてたでしょ。アンボニーっていう海賊がいるからね。そう、アンボニーっていうね。そうそれでみんなミスリードではそっちの考察を向けられといて、実はそこ関係なくって熊に向けられたものだっていうのが後で発覚すると。そうや。51巻の498話から解決が、レベリー編なんで90巻の908話なんで、この間もう約40回にわたりもやもやさせる。確かに。ボニーってもしかして死なへんのかな。なんで？いや不老不死の実なんかなと思って。不老不死の実なんてあるんですか？いやわかんないです。あってもよくないですか。じゃあオペオペの実の不老不死なんか価値ないな。いやいや、オペオペの実は寿命と引き換えに誰かを不老不死にできるから。ほうそれは大きな違いですよ。自分が不老不死になるのと誰かが不老不死になるのは。じゃあラストよろしくお願いします。はい、ラスト。エースの父親がゴールディ・ロジャー。これ、いや、これは確かにポートガスに騙されたわ。これはワンピースの中でも大きな詐欺の一つ、ポートガス詐欺事件ですね。実際外国のことは詐欺事件みたいに言うんじゃないですか。これはやっぱルフィと兄弟ということなんで、名字が違うことは分かってたんだけど、そんなことあんまりみんな考えなかったわけよ。そう。ろくでもねえ方の父親の字は願い下げだということを言ってて。確かにな。そう、みんなドラゴンのことだと思ってたわけですけども、実はロジャーだった。戦国の喋ってるとこ衝撃だったでしょ。びっくりした。そうやったそうっていう。ずっとルフィと血の繋がった兄弟は思ってたから。いや、思ってた。25個いかがでしたか？いや、面白かったですね。面白かったですか？はい。バリエテ以外。もうめっちゃ嫌うよ、バリエテ。なんでそれバリエテあかんの？バリエテなんて誰も知らんと思うし、まず。ちなみにこのバリエテのミスリードを持ってきたスタッフ誰か今見たんだよ。マッシューって書いてあった。バリエテ好きなんかな。面白いんだけど、実は僕たちがミスリードって気づいてないものもまだあるんだろうなと。ありますよ。現在解決してないやつもちょっと聞いてほしいのが5つだけあって、1つ目、サクッと言うね、クロコダイルの秘密。イワンコフが握ってる弱みね。それが何なのかまだ分かってないんだけど、クロコダイルは元女性ではないかみたいな考察ってもう無限にされてるやんか。僕ロジャーの元カノ説をしてますけどね。これも元女性と思わせといて、実はもっと違う弱みなのかっていうことをミスリードになる可能性が今後あるなと。確かに。はい、続いて2929の実の仲間候補という。こんなね、死ぬほど言いまくってますね。そうそう、麦わらの一味がその能力が全部数字に置き換えられるとゴムゴムだと5656。そうそう。人一人だったら1と10、1と10ということで。そう、花やったら8と7、8と7と。そう、それが空いてるのがあと2と9なんで、そう肉なのかとか、2929なのかとか、つくなのかとかも言われるわけなんですけど。国かもしれんけどな。そう。それ自体がもうミスリードの可能性ということで。で、続いてウィーブルの正体。そう、白ひげの息子を名乗ってるんですけども、傘下の海賊団を潰すなど、偽物を語ってるのではなく考察されてるんだけども、実際にほんまに息子とかね。ありえますね。で、この後かっこいい活躍もするみたいなことを作者がそういうふうに言ってたみたいなんでね、ミスリードになる可能性が今後あるなと。確かに。マルコも言ってましたからね、女関係は分からんなみたいな。そう。で、4つ目、ナミと白星の共通点という。境遇が似ているというセリフから髪型、母親、ナミの場合は義理やけども魚人に殺されてるっていう共通点とか、確かに10年前に部屋に閉じ込められてるとか共通点がたくさんあったり、白星の方は古代兵器ポセイドンではこれが確定してるんですけども、それと境遇が似ていて近いものを感じてるんだったら古代兵器としての近さを感じていてウラヌスではないかみたいな、そういうふうに思わせとくのもミスリードの一つなのかなみたいな。そうっすよね。で最後、四季は和の国出身なのかと。そうなんでね、ストロングワールドのボスに見た四季さんなんだけども、和装な服を着てるのと物語に登場する予定だったキャラ
ラだということで、本当は和の国にいたんじゃないか。まあロックスやからね。そう、ロックス海賊団のメンバーでもあったわけだから、96巻で日暮わかる？わかりますよ。黒住ね。マネマネのみんな能力者の前任者、そこの能力で見せた変身が一瞬四季のようなキャラがいたと。だからその四季が和の国にいた可能性があるんじゃないかみたいなことをミスリードとして出してると。遊び要素の一つみたいな。そうですね。でもここってなんかアニメとかにさ、色とかが分かればもっと確定に近づくのに今ちょっと分かんないじゃん。これ意味あるかもしれないですからね。はい、ということで今日はいかがでしたでしょうか。もうすぐ100巻に到達する人気漫画ですから、謎一つ解明されていくために、また新しい謎が増えてたりするわけですよ。だからつまり無限に楽しめる漫画と、こんな終盤になってまだこんだけ謎を残してこれからどうなるんだってワクワクできる漫画なかなかないと思うんで。いや、そうよ。どれが一番お好きでした？そのミスリードの中で。やっぱりあれですね、白家海賊団の8番隊ナミュールの8がこれが実はミスリードなんじゃないかっていうのが一番面白かったですね。言ってないよ。どういう内容だった？この8っていうのは8番隊を見せてると思わせて、実はあれ無限を表してると。横で見た時にそうそう。だからナミュールは実は無限関係の無限のみの無限人間じゃないかっていう、無限関係のって何？そのミスリードなんじゃないかなっていう話が一番面白かったなって思いましたね。はい、今日の動画が良かったよって人は今すぐ高評価お願いいたします。こちらですね、高評価がなんと3000以上いったら、今回紹介しきれなかったこれミスリードかなっていう細かいところを拾った完全版をお送りしようと思ってます。バリエテより細かいのくる。はい、いきます。バリエテが100個つくと思います。誰が見たいですね。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは、バイ。バスターコールジャッジ。最後も縦社会なのよ。縦社会マスターバスターコールがね起こるんですよ。バスターコールを受けにくい場所であるのを言ってるんだよ。ちゃんと僕は七部会を撤廃する前に4校に仕掛けるべきだと思うんだよ。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は